はい、皆さん、こんにちは。ゆかです。本日は生徒さんからいただいた質問、微濁音について回答していきたいと思います。微濁音ってなんぞや。この前ですね、生徒さんに逆説のがを教えていたんですね。例文はこちら。私の町は大きくないですが、賑やかです。そしたら生徒さんがですね、なんか、たまに、日本人が言うがに鼻音があるように聞こえます。なんか、が、みたいな。日本語にこういった音ってあるんですか？って聞いてきました。なので本日はその質問にお答えしたいと思います。先に答えから言いますと、あります。でも日本人は無意識に使っています。そして最近の若い人は濁音のガギグゲゴを使っていて、微濁音のガギグゲゴはあまり使っていません。意識的に使っているのはアナウンサーさんと声優さんだけだと思います。使う理由はですね、綺麗に聞こえるからです。それでは今から微濁音の発音方法についてご紹介します。簡単です。ガギグゲゴの前にんをつけるだけです。表記はこんな感じで丸がつきますよ。それでは一緒に発音してみましょう。んが、んが、が、んぎ、んぎ、んぎ、んぐ、んぐ、んぐ、んげ、んげ、んげ、んご、んご、んご。どうでしたか？できましたか？次にですね、微濁音が使われるルールをご紹介したいと思います。3ステップだけです。はい、1。文頭に来るものは全部濁音のガギグゲゴです。例として、学生、銀行。2、文中とか文末に来るものは微濁音のガギグゲゴです。じゃあ文中の例としては、例えば小学校。文末の例としては、助詞のが、例えば人が多いです。接続詞のが、私の町は大きくないですが、賑やかです。3、複合語。複合語とは2つ以上の単語が組み合わさって1つの新しい単語になった言葉のことです。例えば株式会社。この会社のがもですね、微濁音のがになって株式会社といったように発音します。ただですね、複合語には多少揺れがあるのでアクセント時点でチェックしてみてくださいね。最後に、微濁音はですね、日本人は無意識に使っているものであって、別に声に使わなくていいんですね。なので、微濁音があるからといって、あえて、に、って使わなくても大丈夫ですよ。そしてですね、一般的な濁音、ガギグゲコの発音が難しいなって感じる人は、ゆか先生の授業を受けてみましょうね。また、アニメやニュースで微濁音が使われているかどうかチェックしてみてくださいね。そして、私と授業を受けてみたいなって方は LINE にてご連絡ください。それでは本日の授業は終わりです。ありがとうございました。バイバーイ。